我、目覚めたり。欲するは地、欲するは乱。直八幡の名のもとに、視界平定に向かわん。北条。正確には伊勢流北条の発祥は興国寺城。今川氏親様より家祖宋雲庵様が興国寺を拝領し、東への備えとして手を尽くしたのが始まりです。なんだい？当然だよ。で、何を調べたいんだい？なるほど。先を見据えた一手を打とうというわけか。でも、正直難題だね。だけどやらなくちゃならないのも事実か。わかった。なんとかやってみよう。伊賀衆も貸してもらえるかな。助かる。では3日ほど時間をもらうよ。源助、吾妻衆に鬼の分布を調べさせて一体どうするつもりじゃ？確かにその心配はありますね。鬼は上位の鬼の命令に従いますから。なるほどな。増援をねだるかな？はい、何でしょうか。
水運ですか？そうですね。私の領地は水軍の拠点となっているので、整っていると思いますが。岬城といって、小田原の東正面、船で数国の距離にあります。それがどうかしましたか？はあ。はっ。ぎょい。あれ？なんだか変だね。お城の様子。姉ちゃん、何がおかしいって言うんだよ。お城の雰囲気っていうか、なんだろう、これ。そっか、門番さんがいないからかも。姫の、はいはい。どうかしました？城内を探ってきて。城内をですか？城門から入ったらすぐにわかるんじゃ。お願い。はあ、別にいいですけど。ああ、わかっているよ。すぐに来るように高速には伝達済みだ。和乃ちゃん、稲毛氏のお嬢さん、健介くんの稽古を。任せるです。なんか匂うんすよね。匂うとは何がじゃ？へでもこいたか？ザクロはこれでも乙女っすからへなんてこきませんけど、ここ最近で嗅ぎ慣れちゃった匂いっす。やれやれ、小田原について早々鉛の燻製かと思いきや、百鬼夜行の懐石料理とは。箸が進むというものよ。先ほど食事を終えたばかりというに。なーに、我が愛刀は喉を乾かしているようでの。主が満腹でも節操なく泣きよるのよ。なんと主にそっくりですな。言うておけ。5位、根人千里で何が見えるか試してくれ。わかりました。
青白いもの、赤いもの、その中でもひときわ黒く渦巻くもの、何かから逃げるように走っているもの、動かないもの。ダメ。これ以上は正気が濃すぎて、根人千里の力でも見通すことができません。あまり良くはなさそうです。最悪の事態を想定しておいた方が良いかもしれません。かしこまりました。お待たせを。ぎょい。でも、おいおい、なんだよ兄ちゃん。何があったって。三日月姉さん、今は健介殿の言うことを聞いてください。暁がそう言うなら従うけどさ。今何か音が。姫野が戻ったのかな。いいえ、まだ戻ってきてません。地中は異常ありません。ですが、周囲にいくつもの気配が迫ってきています。今すぐに下がるのは無理じゃ。皇族と勝ち合って混乱してしまうわ。少し待て。なんとかする。任せておけ。大丈夫です。ご親族の皆様はこの天界の命に代えてお守りいたします。準備万端なのです。前は任せとくっすよ。あれは、そんな、おぼろ姉ちゃん。おぼろ姉様。はい。直八幡として周辺諸国にその名を轟かせる北条が誇る刀匠、北条おぼろ綱重。私たちの姉様です。ひーふーみー、50くらいです。でもその後ろにも鬼の姿が見え隠れしてるっす。こりゃ乱戦になりそうっすね。乱戦上等なのです。すね。おーし、どれだけ鬼をぶっ殺せるか勝負っすよ、あやなちん。その勝負受けたです。承知なのです。健介隊の前線はひとまず無刀衆が承る。ただしそう長くは持たないと思ってくれ。なんじゃ。誰に物を言うておる。しかと心得ておる。
ふむ、慎んで断ろう。アヤナとザクロがザコを相手にしている間に余が綱重を討ち取ってやるから安心せい。愚問であるぞ。世に任せておけ。また難儀なことを言うのう。そうじゃったな。わかった。世に任せておけ。承った。それはどうや。なるほど。いざよい姉様、今こそ格闘霊書なしの旗を掲げましょう。おい、こういう時のために作ったんだから、ババーンと見せつけてやろうぜ、姉ちゃん。北条が直視。いざよい氏政、ここにありだよ。まずはおぼろお姉様をお助けするよ。北条のアラムジャさん、みんな私に力を貸してください。いささか風変わりじゃが良い劇だ。さすがは北条のご令嬢じゃの。当然です。姉様はすごいんです。何ですか、健介殿。はい。前に出すぎるな。集中攻撃されるぞ。横一線になり先生の位置に努めよう。来い、右に4組回してくれ。はい。負けちゃダメ。みんなには私がついてるから。頑張れ頑張れ。武闘衆、周りの見極めはしっかりしておけ。私たちは武闘派ってわけじゃないんだからね。やれやれ、なかなかどうして強いね、この鬼たちは。次期八幡が鬼となったのならば、おそらくこの鬼たちは北条五色備えのうち木備えの精鋭という可能性があるわけか。なるほど、手強いはずだ。無刀衆では戦線の維持はできても泥沼の消耗戦になるでしょう。それでは鬼を利するのみ。皇族と交代しましょう。そうしよう。グビジンちゃん、交代はいけるかい。はい、いつでも。ならば前線しばし任せるよ。しばしお預かりいたします。
健介隊前へ。槍刀弓の3組を崩さず鬼と当たりなさい。あやな、さくらさん、2人は前に出過ぎです。下がって兵と連携しなさい。わかったです。しょうがないっすね。左翼は北条衆に任せ、我らは右方の鬼を重点的に攻めます。槍を突き出素晴らしい統率力だ。さすが松平。いや、健介くんの女房役だね。健介様の女房役は他にもたくさんいますけどね。ではあとはお任せを。頼む。はい、すでに吾妻衆の何人かを騒ぎに乗じて城内に忍び込ませていますよ。さすが私の女房役だ。付き合い長いですからね。ありがたいことだ。健介くん、今吾妻衆の者に城内の様子を調べさせている。状況によっては韮山まで下がることを愚信するよ。頼んだよ。ぎゅい。分かっておるよ。じゃがま大丈夫じゃろ。ほれ、あれを見てみ。鬼が毛をされておるわ。やれやれ、直八幡の指物かざし、花も実もある荒武者として坂東武者ども従えた北条が誇り、綱重ともあろうものが落ちたものよの。人の分際でざれ言。人か。鬼と化した者がどれほどの力を持つのか、世はあまり詳しくは知らんが、果たして世を打ち負かせるほどの力があるのか、興味深くはあるの。ユウ、手を出すなよ。御意。主の楽しみを奪うほど無粋ではございませぬでな。良き答えだ。一人で私に挑むというか、その蛮勇死してから後悔するがよい。比嘉の力量の差を見切る目さえ鬼となってなくしてしもうたか。情けないの。直八幡よ。一本上司でつまらん槍じゃ。貴様。なんじゃ、もう終わりか。つまらん。上関西といい信虎といい、鬼になっても大して強くなっておらんではないか。つまらん、実につまらん。公方様、遊ぶのもいい加減にしておかないと手痛い反撃を食らうやもしれませんぞ。それは確かにの。力任せの単調な狙撃にももはや相だ。さっさと終わらせるか。終わらせると言ってもどうやって？ 1 対1では時間がかかるのではありませぬか？なんじゃ、手を出さぬのではないのか？いや、時間がかかると面倒でしょうし、それがしも手を出した方が逆に楽かなと。抜かせ。
主の楽しみを取るな、不忠者め。はいはい。では主様にお任せいたしますが、生かして捕らえなければならないことをお忘れなく。言うに及ばず。つまりは生きておればよいということじゃろ。貴様、何を。じき8万よ。正気に戻った後また稽古をつけてやるゆえ、今はおとなしゅう幕につけ。趣味線の周りに四大衆、その周りの九三八海、その神は色界、下は風鈴までを一世界として、千で小千世界、その千で中千世界、さらに千で大千世界、すべてを称して三千大千世界、通称三千世界という鬼に疲れた勇者のみそぎ、足利将軍義輝が執り行って死んぜよ。公方様、それはあまりにもあんまりでは。なーに、気にするな。気にするなってどういう。三千世界安心せい、峰打ちじゃ。いや、峰打ちって言っても何十何百という鋼鉄の棒で叩かれたんですから、下手すりゃ死んじゃいますってば。なに、気合が入っとれば大丈夫じゃ。ああ、なるほど、気合ですか。ってそんな無茶な。うるさいやつじゃん。主様の要望通り生け捕りにしたのじゃから問題なかろう。生け捕りって本当に生きてるんですか。生きているに決まっておろう。多分って、はあ、公方様なのですからもう少し考えてから行動するようにしてくだされ。しかと止めなかった分際で何を言うか。まあ大丈夫かなって。さてさて、観客のおらぬ主従漫才もこれぐらいにしておきましょうか。ゆうや、こやつを拘束しておけ。御意。和葉様はご存分にお名乗り遊ばせ。新田健介が妻、足利和葉、北条おぼろ綱重を討ち取ったり。おぼろ姉様が討ち取られた。どういうことだよ、兄ちゃん。ああ、うさぎさんのおかげで退路は確保できているよ。だけどすんなりとはいかないだろうね。逆に問うけれど、健介くんはすんなりいくと思っているのかい？ならそういうことさ。主様、きちんと生け捕ってきたぞ。この程度、世には造作もないことぞ。だから世を褒めよ。たんと褒めるのじゃ。
つい本音が出てしまったのだ。すまなかったな、主様よ。健介殿、綱重殿はどういたしますかな。封印ならば自分ができますが。我が家はその昔神官も兼ねておりましたゆえ、一通りの技は習得しております。御意。承った。なんじゃ、主様は少しも世と離れていたくないと。では添い寝でも何でもしてやるぞよ。苦しゅうないぞ。もっと愛をささやくのじゃ。健介様、前線がちょっときつくなってるです。ザクロたちは平気っすけど、兵が持たなくなってきてるっすよ。だね。かしこまりました。わしに任せておけ。連戦を担うはもののふの誉れってね。構わないよ。同じく。ご主人様、あれを。戦場で何をほうけておる。健介隊、北条衆の前に出い。かよ、指揮を任せるぞい。承知。北条が着手、膝よゆじまさはここにいます。ここにいますよ。みんなと一緒に戦っています。だから迷わないで、恐れないで。さあ、刀を取って槍を構えて、この関東の平穏を守るために。この広き地平を黄金に染めるため、民の笑顔を守るため、立ちなさい。そして共に戦いましょう。
なが奮い立ってるぜ。はい。どうした主様。どういうことじゃ。良きかな良きかな。まこと面白きこと。予想だにせぬこの状況。天佑とでも言うべきか。どこまでやれるか試してみるのも一興。据えよ。その力を見せてみるのよい。時をやる。見苦しくもがいてみせよ。10日後の再戦を楽しみにしている。にゃー、嫌な乗り物が消えちゃったです。ブスカー。こっちもっす。なんか消化不良っすよ。その答えはあまり口に出したくはないね。はい。それに嫌なことを言っていました。10日後の再戦を楽しみにしているか。猶予を与えて再戦とは舐めたことをしてくれよる。ま、それもそうだね。主様、今のはもしや。無駄な努力をしますな。ほぼ確定でしょうに。そうですね。あれは間違いなく私たちの母北条咲夜氏康が鬼となった姿でしょう。どうしたらいいんでしょう。なんとかなるのでしょうか。ご親族、皆様ご無事ですか？
だよ。心配してたんだからね。ごめんなさい。城内には鬼がいっぱいいるし、もう姫野焦っちゃって。無事だった大道寺様たちと城内の掃除をしてたんですよ。もう大変だったし。鬼が。それで城内の様子は？今も大道寺様が掃除してくれてますから、ほぼ安全になったし。ああ、大丈夫だよ。吾妻衆は皆優秀だからね。そう簡単に見つかるようなヘマはしないさ。はあ？何それ？カッチーンなんだけど。お庭番を務める風魔衆が侵入者にも気がつかないヘボだって言いたいんでしょ。何もそうは言っていないだろう。あんたなんかムカつくし。そうですね。わかりました。やれやれ、到着早々とんだことになったね。まあ、鬼と化した磁気八幡も再封印できたことだし、終わりよければ全てよしということにしておくがよいさね。まあなんだし、そこのウサギ。なんで姫野のこと見るし。封印したのがお主と聞いて大丈夫かと心配していたのじゃが、予感が的中してもうたなと。ああ、何それ。姫野はちゃんと封印したし、つい最近まではちゃんと封印できてたし、姫野の封印超頑張ってたじゃん。ほら見なさいよ。健介、あんた分かってるわね。褒めてあげる。それはつまり母様は10日後再び小田原にやってくるということでしょうか。鬼になって判断力が鈍ったのでしょうか。いいえ、決してそのようなことはないでしょう。もののふとしての知識や知恵はそのままに、鬼の力を手に入れた。それが最上位の鬼ですから。はい。そしてその考えについてはおおよそ見当がついています。それは本当ですか？ええ。鬼の力を手に入れた英雄はその力を行使することにとてつもない快楽を見出します。だからこそ小田原城を放棄した。難攻不落と謳われる小田原城を自らの手で攻め落としたいがために。その言が正しいのならば、もう一度来るのは決定じゃろうな。そのようだ。母様と戦わなくちゃいけないのですね。それはそうです。母様はこの関東において、この日の本においても
紛れもない英雄です。そんな人と盆栽の私がどうやって戦えばいいのか。10日で準備をするなんてできそうもない。私きっと母様に勝てないです。話は聞かせてもらったぜ。そんな弱気なこと言うなよ、姉ちゃん。姉ちゃんには三日月たちがついてんだからさ。三日月ちゃんの言う通りです。3人が力を合わせれば母様にだって勝てるって私は信じています。三日月ちゃん、暁ちゃん。健介隊の皆様は我が家の大切な客人。おもてなしに気を配るのは北条として当然のことです。そうだぜ兄ちゃん、あんま気にすんなよ。ところでさっきの話でいまいちよくわからないところがあるんだけど、聞いていいか兄ちゃん。鬼になった母様が10日後に再戦に来るみたいなことを言ってたらしいけどさ、それを待つ意味ってあるのかな。10日後に母様が来るのを待つよりもさっさと母様の居場所を見つけてそこを攻めた方がいいんじゃないかってことだよ。確かにその通りだ。いやはや10日後という言霊に縛られていたようだね、私たちは。発想の転換じゃな。三日月よ、褒めて使わせ。ありがとう。なんで三日月が褒められてんだ。なあ暁教えてくれよ。はあ。そうですね。はい、明日から頑張ります。そういうことなら姫野も手伝ってあげる。姫野に任せておけばいいし。